Hello everyone, welcome to my channel, it's I. はい、皆さんこんにちは。今日はちょっといつもとバッグがね違うんですけど、うちはですねどこで撮っても後ろに窓が来るような家になっていて、窓が多いんですよね。で、そのせいでいつもね見てくれてる人は多分うすうす気づいてると思うんですけど、私の動画の画面って結構モヤモヤしてるんですよ。もやっとしてて、それは逆光のせいなんです。明らかにそう後ろに光が来ちゃうから。だから今日はちょっと試しに後ろに窓がないところでちょっと初めてここで動画を撮影してるんですけど、こっちに結局ね窓があるから、こっちが今見てる感じモヤモヤしてるからあんまり変わんないかもしれないけど、今日はこれでちょっと撮ってみようと思います。はい、今日はね鈴木愛理ちゃんの話をしたくてですね、鈴木愛理ちゃんは前に1回だけ動画でちょっと喋ったんですよね。その時は鈴木愛理ちゃんの歌とダンスの魅力について話したんで、よかったらねその動画を見てもらいたいんですけど、で今日は、鈴木愛理ちゃんの関わった曲で私の特に好きなものを7曲、紹介しようと思います。愛理ちゃんってすごくねキャリアがもうすでに長い人なので、いろんな楽曲に関わっていて、いろんなグループとかソロだとか活動をしているんですよ。本当はもうキュートの曲だけで10曲ぐらい紹介しちゃいたいんですけど、そうもいかないので本当にもう絞って7曲に絞ったんですけど、それを歴史をもう本当に簡単にですけどなぞりながら今日は曲紹介、自分の好きな曲を紹介しようと思います。はい、それでは Let's get started。はい、まず愛理ちゃんは6歳の時にアップフロントのミュージックスクールに入学して、でそこでオーディションを勧められたのがきっかけでハロープロジェクトのキッズオーディションを受けて、それに合格します。はい、ちなみにこの時合格したのが15人で、その15人のキッズたちが後に、半分ぐらい8人がベリーズ工房、7人がキュートに、ね、なるっていう感じなんですけど、後の話です。で、まず私が1曲目に紹介したいのは愛理ちゃんがまだキュートになる前なんですけど、2003年のあーでファーストキスです。はい、これは愛理ちゃんが小学校3年生9歳の時にハロプロ内で組んだあーっていうねユニットなんですけど、これすごいんですよ。元モーニング娘。の田中玲奈ちゃんと元ベリーズ工房の夏焼みやびちゃん、だから同期のねみやびちゃんとの3人組のユニットなんですけど、1曲だけねシングルを出しただけで終わっちゃったっていうね、もう伝説的なユニットでありながら3人ともねまだ現役で活動をしているっていうね、結構奇跡のグループなんですよ。はい、本当にね愛理ちゃんがまだちっちゃいんですよ。で、みやびちゃんもちっちゃいし、本当まだちっちゃい子たちがすごく大人っぽい歌を歌ってるんですね。これファーストキス結構こう歌詞の内容とかすごく大人なんですよ。ハロプロあるあるですよね。なんかそういうまだちっちゃい子が大人な曲を歌うっていうのはあるあるなんですけど、なんかこう当時から裏声とかフェイクとかを使いこなしてただものじゃない感がすごく漂ってるんですけど、はい、でこの曲愛理ちゃん自身がすごく好きらしくて、自分の持ち歌の中で過去トップ3に入るほどの好きな曲だって言ってたんですね。で理由がCD 発売当時の声が自分の過去の声で一番好きって言ってたんですよ。でなんかそれはすごい意外だなと思ったんですけど、確かにこの時の愛理ちゃんの声ってもう超ピュアで、まだ声変わり前の本当にその子供しか出せないような声なので、確かにこのピュアさっていうのはすごくまたいいなって思いましたね。はい、そして2005年にキュートが結成されます。同期のベリーズ工房先にもうメジャーデビューしているので、キュートの方はちょっと遅れを取ってるんですよ。そこでちょっとね悔しい思いをしてからの、しかもメジャーじゃなくてインディーズからのデビューだったんで、そう最初はねちょっと苦労してるんですけど、結構キュートってはい、オーディション当時の7人にもう1人加えて8人組としてデビューしています。で2つ目に紹介したい曲なんですけど、キュートのインディーズのサードシングル
大きな愛でもてなしてですね、2006年。いやー、この曲は私本当に初期のキュートの曲の中で一番好きなんですよ。もう曲の構成がすごくまず楽しい感じ、なんかサビがとってもキャッチーで結構繰り返されるんですけど、同じメロディーがもうそれがねすごく好きで、あとはミュージックビデオめちゃくちゃ可愛いんですよ。もう MV 自体も可愛いし、みんな可愛いんですよ。もうまだね子供って感じなんですけど、はい。そして愛理ちゃんはもう当時からもう歌割りも多いですし、カメラにもすごい抜かれてますし、エース的なエースの中の一人っていう感じの、はい、立ち位置だったのかなと思いますね。はい。そして、2007年にキュートがメジャーデビューをします。そして、ここからねちょっとメンバーが卒業したりっていうのがあって、2009年にもともと8人だったキュートが5人になりますね。解散までずっとこの5人でここから活動していくことになるんですけど、ここでねそのオーディションから一緒だったメンバーが卒業してしまったりとか、あとはメンバーカラーもここで一新されてみんな違うメンバーカラーになってしまったりとか、いろいろあって大変な時期にねショック事件っていうものが起こるんですよ。でこのショック事件っていうのが何なんだろうって思う人はちょっとネットで検索していただければ詳しくまとめている記事とかがいっぱいあるので、ぜひ調べてもらえればいいなと思うんですけど、すごく簡単にここで言ってしまうと、5人になって初めてのシングルで新体制としてその事務所が打ち出したのが鈴木愛理と4人のダンサーたちみたいな形だったんですよ。はい。でそれにファンもメンバー自身も全然ハッピーじゃなかったんですよ。それにでこう一人フィーチャーされた鈴木愛理ちゃん自身もそれは嫌だったし辛かったし、これはキュートにとっていい形じゃないっていう風に思ったんですよ。でこの時にやっぱりメンバーすごく嫌な気持ちもあったし、辞める辞めないの話まで行ったらしいんですよね。もうでもやっぱりキュートが大事だし続けていきたいってことでここからねそれを乗り越えてそれぞれ努力を重ねて、結果的にはすごく全員が輝くキュートっていうグループにねどんどんなっていったんですけど、この時はねとにかく辛い時期があったってことですよ、キュートにも。はい。最初から順風満帆だったわけではないですね。はい。はい。で次におすすめしたい曲が2011年リリースのキスミー愛してるです。キュートの曲です。これもキュートの代表曲の一つと言えると思うんですけど、すごい曲自体大好きな曲なんですけど、この頃になるとまず歌唱力とかダンスとかもすごく磨きがかかってきてて、ミュージックビデオを見るとすごいビジュアルの成長を感じるんですよ。その前と比べてちょっとなんかすごい本当かっこよくてちょっとドキッとするような感じなんですよ。はい。私はこの頃はまだファンじゃなかったので遡って見てるんですけど、2011年と2012年ぐらいのキュートのミュージックビデオとかはなんかちょっと一個みんなが本当垢抜けた一段階上がったんじゃないかなっていう風に感じるような。でその後初の武道館公演っていう感じになるので勢いがついてきた頃なのかなと思うんですけど、もうかっこいいもかわいいも堪能できるので、ぜひミュージックビデオを見てほしいですね。はい。ここでちょっと順番前後しちゃうんですけど、2007年に愛理ちゃんはもう一つですねハロプロ内のユニットに入っています。それがボーノっていうグループで、ボーノっていうのは3人組のガールズロックグループで、愛理ちゃんとあとベリーズ工房の夏焼みやびちゃん、の時も一緒だった夏焼みやびちゃんと、あと桃地こと嗣永桃子ちゃんとの同期3人組で結成された、グループなんですけど、このハロプロの3人組のユニットっていつもね大正解なんですけど、その中でもこのグループボーノに関しては本当に人気もあったし、たくさん曲も出したし、長続きしたグループですね。でここで私が紹介したい曲がボーノが2012年にリリースした初恋サイダーという曲です。はい。これはもう本当にボーノの代表曲ですね。他にもいい曲たくさんあるんでぜひ聴いてほしいんですけど、
でもこの初恋サイダーは本当にこう明るい曲で、なんといっても愛理ちゃんのソロから始まるもう出だしが最高なんですよ。もうそこでこう心をつかまれるっていう感じなんですけど、2012年に指原莉乃ちゃんがプロデュースした、指祭りというね伝説のアイドルフェスにボーノが出演して、その時に出だしこの曲1曲目で歌ったんですよ。それでもう愛理ちゃんのそのソロからソロを歌って、もう会場の空気が変わったらしいんですね。私はその場にはいなかったけど、それをきっかけにボーノを知った人もすごく多かったと思いますし、当時あとはそれをきっかけに愛理ちゃんを知った人も多かったと思うので、何よりその愛理ちゃん含めこの3人が3人ともすごい歌唱力の持ち主で、全員タイプが違うっていうのも面白いなと思います。はい、次に紹介する曲が、ダイヤレディのレディマーメイド、2013年にリリースされた曲です。はい、これは、ダイヤレディっていうのがまず愛理ちゃんとあとベリーズ工房の菅谷梨紗子ちゃんの2人で結成されたユニットなんですけど、この2人っていうのがもう熱いんですよ。同い年で、しかも両グループの2人ともエース的なポジションをになっていた子だったので、その2人がタッグを組んだ最強なユニットっていうことで、はい、だからこそこの1曲しか出さなかったことを未だにこうすごいもったいなかったって言ってるファンがすごく多いですね。はい、この曲もすごいなんかこう大人っぽい感じの曲で、こうミュージックビデオの衣装とかもねすごくこう大人な感じなんですけど、こうセクシーさと強さが両方感じられるパフォーマンスをしてるんですけど、2人とも強いけど武器が全然違うみたいな感じなんです。使う武器が違うみたいな感じで、それが結構真逆に近いぐらい違うんですよ。愛理ちゃんと梨紗子ちゃんって全然違くって、だからその全く違う表現方法を持った2人だけどすっごい歌が上手くて2人ともっていうのがすごくこう魅力的な素敵なユニットだなと思いますね。はい、6曲目はまたキュートの曲で、無限クライマックスという曲です。2016年にリリースされて、もうね解散直前というか解散をもう発表した後のシングルですね。でほんと終盤って感じなんですけど、私この曲とミュージックビデオ、衣装、メイクでこう総合的に言ったら、もしかしたら今までのこうハロプロ全体の中で一番好きかもしれないっていうぐらいこう自分好みの曲なんですよ。これはすごい好きで、こうなんか大人になったキュートがぶちかますこう余裕のある美しさと圧巻のダンスと圧巻の歌みたいな、なんかもうついにそのライバルがもう私たちいませんよぐらいな風に見えるというか、もう怖いものなしの状況になりましたみたいな感じがするんですよね。すごいかっこいいんですよ。それがこの頃はもう私キュートすごい好きだったんで、もうめちゃくちゃ聴いてましたね当時。はい、そして、2017年にキュートが解散して、2018年鈴木愛理としてソロデビューを果たしました。はい、そして私が7曲目に紹介したいのがこのソロデビューシングルのディスタンスですね。はい、これはまずプロデュースがねすごく良かったと思いました。事務所がその鈴木愛理デビューのそのアドバタイズメントすごくしっかりやったんですよ。 CM とかバンバン打って、あとそのキャッチコピーが鈴木愛理を知っていますかっていうキャッチコピーがすごく良かったと思いますね。その本当に知らない人に向けて一から鈴木愛理を知ってくださいっていう感じで、この曲がダンサブルな感じでクールで、こうメイクとか衣装とかもクール系っていう感じだったんですよね。でそれもすごく良かったなと思いましたね。歌とダンスとっていうのをしっかり見せる曲になったっていうのは、なんかそのソロデビューシングルとしてこういうのを出したっていうのが、そのバラードとかを1曲目に持ってくるよりも良かったんじゃないかなって思いましたね、個人的には。はい、でもその愛理ちゃんのなんかやりたい音楽としてはこのディスタンスの方向性だけでは全然なくって、
なんかこうアイドルらしい曲も大事にしているし、私はですね最近だと真夜中のメリーゴーランドっていう曲がすごく、実は個人的にはソロデビュー曲よりもこっちの方が好みっちゃ好みなんですけど、また愛理ちゃんの歌の表現の幅がねすごくこんな表現もできるんだって思うような曲にもなっているので、こっちもぜひ聴いてみてほしいなと思いますね。はいということで、7曲紹介しますとか言いましたけど、ちょっと真夜中のメリーゴーランドも入れたら8曲になっちゃいましたけど、そうですね、もうもっともっとね紹介したいんですけど時間が大変なことになるのでここら辺にしようかと思います。あと付け加えたいのは、愛理ちゃんはアニソンとの相性もすごく良くてですね、最近結構 YouTube の番組内で、アニソンをカバーして歌うことが多いと思うんですけど、プライド革命とかライオンとか最近歌ってて、それのねその反応もすごくいいですし、あとは皆さん結構知ってる方多いと思うんですけど、去年かな、アニメ「かぐや様は告らせたい」の主題歌「ダディダディドゥ」を鈴木雅義さんフィーチャリング鈴木愛理ちゃんでダブル鈴木さんで出してたんですよね。それが結構バズってて、公式のミュージックビデオの再生回数は3000万回超えてますし、ザ・ファーストテイクのバージョンの方は1900万回を超えていて、でザ・ファーストテイクはすごいたくさんあるじゃないですか、動画が。その全部の動画の中で11番目に今のところ多く再生されてるのがこの動画だったんで、すごいなって思いましたね。結構声の相性もいいなって思ったのと、愛理ちゃんはそのコーラスパート担当みたいな感じなんですけど、ハモリの技術がやっぱり培ってきたものあるなっていうのが分かります。すごくいい曲です、これも。そんな愛理ちゃんなんですが、今年の10月にはねソロ2度目の武道館も決まっていてね、大阪と愛知かなのツアーも決まってるはずなんですけど、このコロナ禍ですごいなと思います。子供の頃からずっと業界にいてね、こうどんどん進化を続けていく鈴木愛理ちゃんなんですが、中身はね常に等身大で飾らない感じのままなんで、そういうとこがね大きな魅力かなと思いますので、皆さんもこれからも鈴木愛理ちゃんを一緒に応援していきましょう。ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。またね。